今回は少し大きめのボールを使いたいと思います。こんな感じでシーソーのような動きをする作品を作ります。ボールが端についた時にトリガーが作動し、シーソーが動くようにできればいいなと思います。今回もダイソーのキャニスターをケースにして作っていきます。動力ですが、モーターと手巻きの2パターンで動かせるようにしたいと思います。手巻き部分とモーターを作動機構でつなぎましたが、今思えばラチェットでも良かったなと思います。まあ、いずれにせよ動くはずなので今回は作動機構でいっちゃいましょう。トリガーがついたシーソーは脱震機として機能するので、モーターと手巻きの力は一度内部のゼンマイに蓄えるようにします。というわけでこんな感じのデザインになりました。このデータを元に作っていきます。今回印刷した部品数は75でした。今回もアルディーノを使ってステッピングモーターを回します。ゼンマイは小さいタイプのリールホルダーから拝借します。ベース部分ができました。続いて中段を組み立てていきます。モーターのノイズを減らすため、最初の歯車は TPU で作ります。手巻きの時はこの歯車を通して動力が伝わります。
ベースとつないでみました。モーターの力が弱いのでもう少し減速比を上げる必要がありそうです。修正しました。先ほどよりも減速比を上げてゼンマイを巻き上げられるくらいのトルクにしました。ゼンマイがほどけると作動機構によりスイッチレバーが押され、モーターが回るという仕組みです。上段を組み立てていきます。
これで完成ということにしたかったのですが、いろいろ問題が発生しました。問題が3つありまして、1つ目は一動作での巻き上げの消費量が多すぎるという点です。これはゼンマイとカムの減速比を見直します。2つ目はガバナーによる減速が速すぎるという点です。これは減速比の見直しと、より高負荷が期待できそうなエアガバナーに変更してみます。3つ目はガバナーの急停止により動力が逆流し、ロック機構がバウンドしてしまっている点です。これはガバナー輪列にラチェットを挟むことで動力の逆流を防ぎます。というわけで3点を修正しました。ガバナー未装着ですが、期待通りの動作をしてくれています。これで完成です。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。